いや、降るね、今日は。最高っすね。Did you know Kanazawa is home to a world-class contemporary art museum, the 21st Century Museum of Contemporary Art? Since it opened, the city's art scene has really started to thrive. We met up with Yu Takagi, a rising young curator from the museum, and he gave us a tour of some of Kanazawa's coolest art spaces. うちのコンセプトが街に開かれた美術館っていうのがあるんですけど、でもやっぱり21世紀美術館があるので、そのめちゃくちゃ最先端の現代アートみたいなものを見れるのはすごくいいなと思いつつ、高原も歌津山のところとかにも工房があったりとか、新旧どっちも見れるみたいなのはやっぱり金沢ならではかなと思っていて、ここめっちゃ面白いです。こんにちは。やっぱ金沢はずっと自分こっちが地元なんで、でも新幹線通ってでずっとそれが増え続けて、最近移住者も増えてきたなっていう感覚があって、ざっくり言うと21世紀美術館のブースって大型なインスタレーションだったりとか、いわゆる彫刻絵画だけじゃないものもすごいあるっていうのがすごい見どころのうちになっていて、そういう21世紀美術館っていう感じの作品なんで、このバーを握ってほしいんですよ。で、離してもらって、そうすると、今、心拍数を取られました。これ297人分の今心拍数が記録されている作品になるんだけれども、今心臓の鼓動っていうのをある種フェルメントの明滅に置き換えるっていう、極めてシンプルな作品になっていて、この音がフィラメント電球でしか聞けないって、本当に命の音にも聞こえるような素晴らしい綺麗な音が奏でているし、2000年代初頭メディアアートの中では傑作なんじゃないかな。今日綺麗なラーメンです。普段ギャルたちが食い荒らすんであっという間にね。今回のコレクションでは1980年以降に作られたっていうものをある種美術史の通史として見れるようにチョイスになったらしいです。で、ドーン。レベッカ・ホームが去年の秋に亡くなってしまいましたけど、女性のアーティストでありながら、一つ自分のスタイルっていうのをずっとやり続けた素晴らしいアーティストの一人かなということで、追悼って意味も込めてなんですけど、ここのヤン・ファーブルをおすすめです。雲測ってるんですけど、もう雪向かいまくってるってやめようみたいな、もうやめようやみたいな。FOC っていうところなんですけど、もうオルタナティブスペースであるっちゃあるんですけど、みんなほんと個々人でやってて、やってる人らは繋がってるって感じですけど、もうすごい狭い街なんで。そうですね、もともとこのビルの3階で、デザイン事務所をしていて、コネルっていう会社なんですけど、でなんか新しいそういういろんな遭遇ができるような場所を作りたいな、作品も展示できたりとかで、音楽のイベントもできたりとか、オルタナティブなスペースを作ろうっていうところでこういうものを作ったっていうか。金沢って割とその金沢城をやっぱり中心に街が作られてきてるっていう文化があるんで、混ざり合うことでそういうオルタナティブスペースみたいなものが結構パパッとあるっていうのはすごく金沢っぽいなとは思いますね。はい。ここめっちゃ面白いです。もう話聞いてもらうんだ。こんにちは。1年前オープンで、もともとその古民家築今90年ちょっとしましたね。リノベーションというか改装して、でここが今そのギャラリーとご飯屋さんと、で上が洋服屋さんで、今ガレージおっしゃったシーから建てたら路面店になって、レコードとぬいぐるみ、ハンドメイドのぬいぐるみの
その2つのレコードとぬいぐるみショップみたいなのが改装中で。この DJ ブースがちょうどあそこに、今ここに上のあそこの柱の上に接しようかなっつってて、で DJ はここからやる感じですね、こうやって。上も今リバーってひとりさんが今転してきて、リバーか自分が住んでるんですよ今。逆に嫁さんと別れてその家を強制退去中で、自分そのガレージの上で寝てたんですよ。リバーっていうのは直人君の説明することですか。ギャラリーってスペースやったんですけど、この場所も結構スペースがあったらその不自由な人も含めて公民館的ななくていい場所になれるんじゃないかなっていう期待を込めて去年スタートして。ガレージ見ましたね。まだです。ガレージの北蔵の縫い立てで。縫い立てなんですね。縫い立てで。最高じゃないですか。進化し続ける。金曜日土曜日イベントがドーナツでやって、でここモバイルしてて、近くにエシューっていうそうです。そことボンゴっていう DJ ミュージックバーみたいなの最近できて、夜中3時から深夜食堂をつって、先週は8時とかぐらいまでで、ちょうど週末は24時間こうつながるような感じになって深夜食堂をつってネオコンビニ、ネオ公民館。ネオコンビニやばすぎるんですよ。ゆっくんまたで。またです。すいません。あとくんすいません。失礼します。お疲れっす。うわ、来てる。ガリ頃なんですけど、雨っていう意味で金沢めっちゃ雨多いんで、金沢の人たちのなんかアイデンティティ結構関わってるなと思って、スピーカーも制作用のモニタースピーカー MJ 君ってやつとか使ってるんですけど、迫力重視っていうよりは高解像度で忠実に弦を聞くみたいな、その鳴らし方をしてハマるアーティストの人たちとかは割と意識的に読んでますね。やっぱり若い子の DJ とかめちゃめちゃ面白くて、結構面白い先輩もたくさんいて、上の人だと本当50ぐらいとかかな、若い子で10代とか、そこを混ぜ合わせるようなパーティーの組み方とかをして、なんかお互い影響を与え合えていけたら面白いかなと。揺らぎのあるプールを眺めている中で、プールの下に人がいるっていうこの不思議な光景ですよね。潜ってるのか、それとも何なんだという視覚的な不思議さ、不可解さ、面白さっていうのを表現した作品になりますね。で実際手を振ってみると、見知らぬ方とコミュニケーションが取れたりする作品があるので、こういった思わぬ出会いだったりという作品のコンセプトになっています。今回収集してる中で一番好きな作品なんですけど、中園さんって要はそのデジタル時代の絵画表現とかを表彰してるみたいな評価がよくされているんだけれども、このツルツルの要はこれアクリルの裏にクレヨンで描いてて、でこれベコッとするともうクレヨンむき出しで描かれてるんですけど、もうなんかもうディスプレイじゃないですか、もうほぼほぼで、こういう風に僕はやっぱイメージ見てるし、その世代が見てるようなイメージの見方だとか現れっていうのをまあもう素晴らしく絵画で表してるなと思っていて、この作品は本当に僕は今っていうのを表現しているような絵画作品だなと思います。もうこのまんまストロングスタイルで看板が書かれていて、ミスター B っていう人がウサギのコスチュームを着てパフォーマンスをしてますと。で違法移民なステータスにもかかわらず、ここでパフォーマンスしていいよっていうプロポーザルのもと働いていて、1時間あたり10ドル支払われていると。パフォーマンスするために、邪魔しないでねっていうことが書かれているんですけど、実
時代を超えてこうずーっとこう問題提起をする作品、すごいキャッチーなものとして映るんだけれども、コンセプトを読むと実はこういうことがあるよねっていうところまでこう深く入り口間口パッてしながら、そういうことなんかっていうみたいな感じで、これがコレクション展3でございます。